皆さんこんにちは。こんにちは。今回は自転車のフロント周りのジオメトリ、つまり寸法関係ですが、これが物理的にどのような意味を持つかについてのお話をやります。キャスターとかトレールとか、そういうやつです。こういった要素が乗り味にどのように影響するかはいろんなところで語られていますが、なぜそうなるのかについては説明している人はあんまりいないかと思います。本当は自転車が倒れない理由について、フロントのジオメトリの効果を絡めながら説明しようと思ってたんだけど、それだとかなり長い感じになりそうでした。だから今回はジオメトリの説明だけに絞ってお届けします。また長くなりそうね。お品書きはこんな感じ。最初に用語の整理をして、次に一般的に言われていることを少しだけ、その後になぜそうなるのかを解説します。では始めましょう。フロント周りのジオメトリで重要なのは3つのパラメータです。1つ目はステアリング軸の倒れ具合を示すキャスター角、またはヘッド角です。キャスター角という場合、垂直線とステアリング軸の間の角度を呼ぶ場合と、地面とステアリング軸の間の角度を呼ぶ場合があります。オートバイ業界だと前者、自転車業界だと後者として扱うことも多いですが、ちゃんとした決まりはないと思います。紛らわしいわね。なので、この動画では混乱を避けるため、水平線とステアリング軸の間の角度を使い、ヘッド角という表現で統一します。また、大きい小さいという表現を使用せず、起きている、寝ているという表現を使いますね。次のパラメータはフォークオフセット。これはステアリング軸と前輪の車軸がどれくらいずれているかを示しています。よほど特殊な例を除けば、前方向にずれていますね。パイプを緩やかに曲げてオフセットを作る場合と、根元から曲げてオフセットを作る場合がありますが、ジオメトリについて考える場合はどっちでも同じです。今風のロードバイクはほとんど根元から曲げるタイプね。そんで3つ目のパラメータはトレール。これはタイヤの接地点とステアリング軸からの延長線の距離を地面上で測ったものです。ヘッド角とフォークオフセット、あとタイヤの外径が決まれば自動的に決まります。例えばヘッド角が寝ていけば、ステアリング軸の延長線が前方に移動していくのでトレールが大きくなります。チョッパー。逆にオフセットを大きくしていけばトレールが小さくなります。オフセットは単体ではそれほど意味を持たないので、ヘッド角とトレールの関係を調整するパラメータという意味合いが強いかと思います。あとはタイヤの直径が大きくなった場合でもトレールが大きくなります。他にフロント関係のジオメトリだと、ヘッドチューブ調だとかスタックだとかフロントセンターだとかいろいろあるけど、そういうのは必要になった時に説明しますね。で、ヘッド角、フォークオフセット、トレール、この3つでどれが一番重要かというと、トレールかと思います。普通はトレールが大きいほど直進性が良くなり、反応が鈍くなると言われています。なぜそのようになるのか、考えていきましょう。まず話を簡単にするため、ヘッド角90度のパターンで考えます。見た目はこんな感じ。家具とかに付けられているキャスターと同じレイアウトです。このレイアウトでトレールを持たせるためには、通常とは逆の後方へのフォークオフセットが必要です。この場合フォークオフセットイコールトレールね。こんな自転車ないやろって思うかもしれませんが、最初の自転車、ドライジーではこんな感じです。トレールのついた車輪がいつ頃発明されたのかはちょっとわからなかったんだけど、この頃すでにトレールをつけると安定するって分かってたんですね。ではなぜトレールをつけると安定するのでしょうか？具体的に言うと、トレールにはタイヤの向きを進行方向に補正する効果があります。この補正力の出所はタイヤと地面との摩擦です。前輪には直進している時は転がり抵抗によりわずかに後方への力がかかっています。詳しくは転がり抵抗の動画を見てほしいけど、転がり抵抗ベース 0.004 で前輪に 35kg の荷重がかかっているとすると 0.14kg 分
1.4 ニュートンの力が後方にかかっています。ステアリングの回転軸の後ろで後ろに引っ張っているんだから、ハンドルをまっすぐにする効果がありそうにも見えます。よく聞く説明ではトレイルはステアリング軸より後ろでタイヤを後ろ向きに引っ張るからハンドルが安定すると言われています。これはこのことを言っているのかと思いますが、あまり正しくないと思います。この後ろ向きの力はとても小さく、ハンドリングに与える影響も小さいです。実際にハンドリングに強い影響を与えるのは、タイヤと路面の間で角度がある時に発生する横向きの力です。これをタイヤ横力と言います。このタイヤ横力の具体的な数値を求めるのは難しいのですが、仮にタイヤが一度進行方向からずれたとすると、ざっくり70ニュートン程度、重さ換算で 7kg くらいの力が発生します。さっきの後ろ向きの力が 0.14kg だったから、それよりかなり大きいわね。この力はタイヤが右を向けば右に、左を向けば左に発生します。力の発生箇所はタイヤの接地点付近なので、これにトレール量をかけたものがタイヤを進行方向に戻そうとするトルクになります。仮にトレールが 60mm だとすると、4ニュートンメーターくらいのトルクがステアリングにかかります。自転車によくあるボルトの締め付けトルクと同じくらいですね。逆らえない力ではないですが、小さくはありませんので、乗り手が意識しなければタイヤは勝手に進行方向付近を向くわけです。仮に 60mm としたのはロードバイクのトレールがだいたいそれくらいだからです。厳密にはヘッド角がつくと話が変わるのですが、それはまた後で。さっきのドライジーネはトレイルが 20cm くらいはありそうね。タイヤがまだ鉄のやつだから、それくらいたくさんないと十分な力が出ないんじゃないかな。多分。また、コーナリングに入るとき、バンクのし始めではまた違った挙動を見せます。車体を傾け始めて、でもまだ安定した旋回に入る前、タイヤと地面の間にはほぼ上向きの力が発生しています。このバランスが取れる前の上向きの力は、トレールがあることによってステアリングをバンクしてる方向に回転させようとします。いわゆるセルフステアリングが発生する理由の一つです。一つね。勝手にハンドルが切れるというと曲がりやすそうに聞こえますが、ハンドルが切れてタイヤ横力が発生すると車体を起こす方向のトルクとなります。曲がりやすい曲がりにくいは主観だから何ともですが、この反応自体はバンクを進めにくくする作用です。この状態は今度はハンドルを戻そうとするトルクにもなりますから、適当なところで釣り合ってそこで安定した旋回となります。リーンイーズの場合、安定した旋回中はタイヤからの力は重心方向を向きますから、トレールによるステアリングトルクはほとんど発生しなくなります。ここまでの話をまとめると、トレールが大きいとハンドルが進行方向を向きやすくなる。バンクした時はハンドルが勝手に切れて結果的にバンクしにくくなる。どちらにせよ安定方向で、外覧や乗ってる人の入力に抵抗する感じになると思います。なのでトレールの小さいバイクは俗にクイック、小さすぎるバイクは神経質、トレールの大きいバイクは穏やか、大きすぎるバイクはだるいとか言われることが多いです。さて、ここまではヘッド角90度の過程でやってきました。これでもまあまあ安定しそうですが、次にヘッド角がなぜ付けられているのか考えてみましょう。どういう流れで自転車にヘッド角が付けられたのかは知らないんだけど、1860年頃の未章型ではすでにわずかなヘッド角が付けられているように見えます。1870年代のペニーファージング型では明らかにヘッド角が傾けられていますね。ヘッド角を寝かせるとどのようなメリットがあるでしょうか。まずヘッド角を寝かせると自然にトレールがつきます。最初に少し説明したけど、トレールはステアリング軸の延長線とタイヤの接地点の水平距離なので、ヘッド角がつくとステアリング軸の延長線の方が前方に逃げていくので、それでトレールがつきます。また、見た目に分かりやすいメリットではステアリング軸がライダー側に近寄ります。
まあハンドルを伸ばして近づけることもできますが、遠くから伸ばすよりは効率は良いかと思います。またヘッド角がつくことにより重力による自然なセルフステアリングがつきやすいです。ヘッドが垂直な仕様ですと、どうしてもフロント周りの重心がステアリング軸より後ろになるので、バンクをつけた時にハンドルを戻す方向のトルクが発生してしまいます。これは不安定方向です。ヘッド角を寝かせてやれば普通はステアリング軸より前にフロント周りの重心が行くので、バンクしている方向にステアリングトルクがかかるようになります。ヘッド角によるステアリングトルクはバンク角がついてさえいれば、どのような状況でも発生するのが特徴ですが、方向はバンクし始めに発生するトレールによるステアリングトルクと同じです。この重力によるステアリングトルクはフロントに荷物を積んだりして重くなると大きくなるので、そのような運用を想定している一部の自転車は最初からトレールを小さく設定してトータルでバランスをとっています。これは穏やかな性格の自転車はトレールが大きいって傾向と逆に見えるので、初めて見た人はびっくりするかもしれません。ここから先は少し曖昧な説明になってしまうのですが、他にもヘッド角がついているといろいろな効果があります。例えばヘッド角が寝ているほど、ハンドルを切った角度と実際にタイヤにつく実質の打角が一致しない現象が起きます。極論を言うとヘッド角が水平まで寝ていると、ハンドルを切っても地面に対して傾くだけで打角は全くつきません。リアルな条件ではヘッド角73度の場合、ハンドルを5度切ったらタイヤの打角は 4.8 度くらいになります。代わりにタイヤと地面の間の傾き、これをキャンバー角と呼ぶんだけど、これが 1.5 度くらいつきます。これにより発生するキャンバースラストがどうたらこうたらって話は、ちゃんと説明する能力がないのでしません。結果的に直進からコーナリングへの移行がスムーズになるとからしいですが、ちゃんと理解してません。勉強して。その他、地面からの衝撃を受け止めるためにもヘッド角がついているのは都合が良いでしょう。ある程度サスペンション的な効果も期待できます。また、人体の構造的に地面に水平なハンドルより、ある程度手前に傾いていた方が操作しやすいって要素もあるかと思います。ヘッド角90度でもそれなりに安定する自転車は作れるはずですが、このようにメリットが多いので、実用的な二輪車はヘッドが寝かされているんだと思います。あえて90度にする理由はなさそうね。逆にヘッド角をつけることによる注意点は、わずかな角度変化でも結構トレールの変化が大きいことです。これはフォークオフセットがないとして、ヘッド角が90度から60度までの間のトレール量の変化を表したグラフです。実際は70から75度の範囲にほとんどの自転車があると思うんだけど、その狭い範囲でもトレール量で言ったら 1.3 倍くらい違います。トレールはてこの腕に相当しますから、ハンドリングへの影響も同じくらい変化すると思っていいと思います。最初からハンドリングを調整することが目的ならいいのですが、ポジションや部品干渉の問題で少しヘッド角を動かすだけでもトレールがかなり変化するってことです。一方でヘッド角そのものの影響は、例えばさっきの重力によるステアリングトルクはざっくりヘッド角のサインに比例するので、70度と75度でも1から 2% くらいしか変わりませんから、これは大して問題ないんじゃないかなって思います。もちろんフォークオフセットの数値をいじれば、狙ったトレール量にするのは簡単かと思います。ところがですが、ロードバイクの場合、小さいサイズだとこのトレール量が少し変な感じになっていることが多いです。これは割と有名な話なので足が言う必要もないかもしれないけど、今回はなぜそうなるのかって話をしておしまいにします。この絵は身長 178cm くらいの人向けをイメージしたロードバイクのジオメトリです。特定の車種ではなく、アーシがそれっぽく作っただけです。ヘッド角73度、フォークオフセット 45mm、トレール 57mm、これは典型的な数値かと思います。適当な部分もありますが、なんとなく無理のない感じに見えると思います。
実際問題ないとは思うのですが、結構ギリなポイントもあります。何がギリかっていうと、つま先と前輪の間の距離です。トークリアランスとかいうやつです。つま先の位置はセッティングとか足の大きさによるけど、ペダルの軸から 10cm くらい前に出ると思うから、その線を書き加えるとこんな感じになります。前輪と重なっていますね。実際はハンドルを25度くらい切らないとタイヤはつま先のところまで来ませんから、見た目上 40mm くらいまでは重なっていても平気です。この絵だと 30mm くらい重なっているので、あと 10mm くらい余裕あります。ジオメトリ表でこれに関連する数値はフロントセンターという名前で記載されています。これは BB の中心からフロントの車軸までの距離のことです。この絵だと 579mm です。トークリアランスに関しては JIS でも基準が設けられているほど大事なものなので、メーカーもフロントセンター 570mm あたりを絶対防衛ライン、できれば 580mm くらいを狙っているように見えます。で、このジオメトリは防衛ラインを 10mm くらいクリアしているから全然問題ないのですが、サイズを小さくしたい場合はどうでしょうか。一回り小さい人でも乗れるようにハンドルを 20mm 近づけようとしたとします。フロント一式をそのまま後ろに 20mm スライドできれば楽なのですが、その場合フロントセンターが防衛ラインを割ってしまいます。ほんの少しなのですが、安全関係の話なので無視できません。フロントタイヤの位置をあまり後ろに下げずにハンドルのみ近づける必要があります。どこか1箇所変えて対処するならヘッド角かオフセットですが、オフセットで逃がすと不安定方向なのでヘッド角変更が優先です。この場合ヘッド角を73度から 71.5 度に変化させれば、ハンドルを 20mm 近づけてもフロントセンター 873mm になって悪くない感じになります。でもこれだとほんの 1.5 度の違いですが、トレールは 67mm まで増大してしまいます。元が 57mm だから約 20% 増です。これだとちょっとカテゴリ違いの自転車みたいな数値です。なのでこだわるならオフセットも合わせて調整していい感じのところを狙います。例えば72度のオフセット 50mm にすればトレール 58mm でだいたい元と同じくらいのトレールにできます。でもまあフレームとフォーク両方変えると大変なので、さっきのヘッド角だけで済ましてるメーカーが多いです。それでも基本安定方向ですから安全性の問題はないです。例えば某メーカーの某エアロロードはなんもわかんないじゃん。 M サイズでトレール 57.8mm のところ、2つ下のサイズの XS では 70.5mm もあります。これはフォークオフセット 45mm で統一してヘッド角を73度から71度まで小さくして前輪を逃がしているからです。逆にトレールにめちゃくちゃこだわりのありそうなメーカーもあって、有名どころだとサーベロです。サーベロは基本的に全てのサイズでトレールが同じです。それでいて小さなサイズでも余裕を持ったフロントセンターも確保しています。最初にトレールとフロントセンターの加減を決めて、それからヘッド角とオフセットを決めているんでしょうね。これは小さいサイズ用に専用フォークが必要になるのでコストのかかる方法かと思います。サーベロはお高い方のメーカーかと思いますが、伊達に高いだけじゃないということですね。他にはブリヂストンアンカーからもこだわりを感じます。こだわってそうな割に非公開で計算が必要なので全て確認したわけじゃないのですが、だいたい基準からプラマイ 1mm くらいに収めていそうです。トップモデルの RP9 が約 60mm、非レース系のエンデュランスモデルの RE8 で約 64mm で統一されていました。モデル間の差で数ミリメートルですから、サイズ変更だけで 10mm 以上変わるのはこういったメーカーの設計者にとっては信じられないことかもしれません。トレールを揃えるのが必ずしも正しいのかは知りませんが、特に小さいサイズを使う人はこういったこだわりの強いメーカーも選択肢に入れてみると良いかもしれません。というわけで今回の動画はこれで終わりです。
本当は自転車が倒れない仕組みについて一緒にやろうと思ってたって言ったけど、それにはフロント周りのジオメトリの説明が必須で、それだけでこの長さだから一緒にやらないで正解ですね。長えわ。倒れない仕組みについてはまた改めてやります。この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録して次の動画を待っててくださいね。高評価とコメントとついでに X のフォローもよろしくね。よろしくね。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。